おはようございます。今週も人間をやります。ギリシャのアテネからマルタに向かいます。飛行機が35分ぐらい遅れてます。今日の飛行機はライアンエアーですね。昨日サントリーニ島行く時もこの乗り場でした。マルタ到着しました。今から今回泊まる宿に向かいたいと思います。これなんやろ、もしかしたらバス乗り放題券みたいなの買えんのかな。セブンデイズ25ユーロいるんかなこれ。まあとりあえずこれ使わんでいいわ。外出てきました。圧倒的な雲一つない快晴です。バス乗り場っぽいところがありました。ここにもさっきの券売機あるな。風が強くて若干寒いです。これバス12回乗れるチケットらしいです。これにしよう。21ユーロなんかネットで見たら15ユーロやってんけど、値段上がってんのかな。6ユーロも上がる。でも乗り放題も21ユーロやったからな。あ、乗り放題25ユーロか。マジで風強すぎ。 Google マップで調べたら空港の目の前のバス乗り場じゃなかったんで移動してます。バス乗り場この道路の向かい側なんですけど、柵あって渡られへんし、どうすんねんこれ。運転手の人に聞いてみよう。やっぱり向こう側らしいから渡るしかないです。はい、渡った。はい、バス停これですね。意味不明なルートやな。とりあえずバス待ちます。バス乗り過ごしてしまいました。どちらにせよ乗り換え必要なんで、もう一回バス乗ります。めっちゃでかいバス停来ましたね。店とかもある。宿の最寄り到着しました。もう日暮れちゃいましたね。宿チェックインする前にスーパー行きます。9時に閉まるみたいなんで。これですね、スーパー。日焼け止めがもうなくなりそうやから買うか。体用にこれ買います。これはスプレータイプなんかな。持ってきたやつなくなったら顔用はこれ買うわ。日焼け止めね、基本めっちゃ高いですね。もう15ユーロとか13ユーロとか。日焼け止めはどこも高いな。サラダありました。種類何個かありますね。お、これルッコラ多いやつじゃん。あとハムとチーズ。ベネチアでこの組み合わせのやつ食べてたけどめっちゃうまかった。マジで一番うまかったサラダ。でもこの袋のルッコラ売ってるんで僕はこれ買います。ほんでバルサミコ酢ですね。アテネでも買ったんですけど飛行機乗る時に没収されました。容器が 100ml 超えてるんで、何のパンかようわからんけど安いですね。でかいペットボトルの水が見つからへんな。飲み物これだけ。なんか床に置いてありました。ワインはねこんな感じですごい種類あるんですよ。なんで水ないねん。買いたいもん買えたんで宿に向かいます。この坂を登ったとこですね。坂めっちゃきつい。着いた。ここや。1泊6000円ぐらいでした。チェックインしました。雰囲気めっちゃいい感じですね。誰もおらんわ。で僕のベッドはここですね。上のベッドか。タオルは干しやすいのいいねんけどな。この階段の上り下りがねめんどくさいんですよ。ロッカーは下側についてますね。かなり広い。こんな感じ。ベネチアで泊まったホステルのロッカーと同じぐらいのサイズかな。全体はこんな感じですね。結構広いです。バスルームは部屋の外しかなかったです。かなり綺麗やしめっちゃおしゃれな感じですね。もう洗面台とかもピカピカやもんな。ほんでここに鏡もついてました。で向こう側はシャワールームやから、ということはシャワー浴びながらこの鏡も使えるっていうことですね。てかコンセントの位置がマジでゴミすぎんねんけど。何これ。下のベッドはちょうどいいとこにあんのに上のベッド場所悪すぎやろ。いや刺されへんし無理やってこれ。おこんなん無理やろ。なんとか押し込んでいけたけど充電ポート1個しか使われへん。もう1個は AirPods 充電するだけなんで全然いいんですけどね。
ルッコラとヨーグルト食べて誰も戻ってこうへん間にシャワー浴びました。僕地下1階の部屋なんですけど、ここ確かキッチンあったはずなんですよね。ここが最上階か。部屋しかないわ。1階にあったわ。おお、広キッチン。シンクかなり広いし、コンロいっぱいあるし、かなりいい感じですね。調味料もあるけど、これは誰かのやつなんかな。んで外にはテラス席。ここで作業したりとか作ったご飯食べたりとかもできますね。ご飯食べに行きます。時間が遅いんであんま店開いてないかも。向かいにある韓国料理屋とこのケバブの店しか開いてないかも。ここにするか。違う店来たんですけどギリシャ料理屋っぽいですね。ギリシャ料理系多いんかな。でももうスブラキいっぱい食べてんな。はい、海です。もう宿から歩いて3分ぐらいで海あります。めっちゃ近い。もうちょっと時間も遅いし海沿いにあったらこの店にしようかな。アイスとかもいっぱい売ってます。なんかアイス屋ちょいちょい見たわ。この海沿いにある店でサンドイッチ買いました。このテラス席で食べます。トラディショナルマルタなんとかツナなんとかみたいなやつでした。マルタのやつなんかな。かなりでっかいです。まあいろいろ入ってる感じやけど味はもう完全にツナのサンドイッチですね。まあ普通にうまいです。いやー腹いっぱいや。てか風がちょっと寒いわ。おはようございます。作業してました。部屋の外に洗濯物干すとこありました。はい、こんな感じですね。で逆側も外出れるんですよね。まあ、こんな感じでここでもタオルとか干してる人いますね。ちなみに今日と明日のマルタの天気は曇りです。金曜日からはもう晴れマークしかないですね。僕去年の夏とかも結構マルタの天気見てたんですけど、この晴れマークしか見たことなかったんですよ。やけど僕が来た瞬間曇り。いやふざけんなってマジで。天気のために来とんねん。でも実は昨日も曇りマークだったんですけど、行ってみたらね雲一つない快晴だったんですよ。だから実際はそんな別に曇ってはないと思います。ちなみに今の天気こんな感じですね。雲結構多い。なんで快晴じゃないねん。ヨーロッパ来てから天気運悪すぎるって。宿に冷蔵庫があるんでスーパーにルッコラ買いだめしに行きます。マルタね建物めっちゃおしゃれなんですよね。今回行った中で一番ヨーロッパって感じがするかも。昨日行ったとことは違うスーパー来ました。こっちの方が近いわ。日焼け止めめっちゃ安いやん。こんな安いの初めて見た。昨日の 5.99 でもめっちゃ安かったんですけど、今回行ったとこほんまに安くても14とかニベアとかでも20ユーロとかだったりしますからね。これ買っときます。うわオレンジジュースこの量で 1.79 やってクソ安いやん。買おう。ルッコラありました。 0.99。 2袋しかないか。まあ2袋買っとこう。ハイネケンが 1.79。 ハイネケン普段飲むことないからいくらぐらいが普通なんか分からんな。パスタソースとかもクソほど安いから、もうこれ宿でパスタ作ろうかな。なんやねんこの安さ。イタリアンパスタソースこれうまいんかな。何が入ってるかが全く分からへんねん。これはバジル、チーズ、オリーブオイル。パスタは一番安いやつでこの 0.65 かな。ただ麺がちょっとこれ太いわ。麺が細いやつで 0.83。 500g ですね。いやもう業務スーパーやん。今気づいたんですけど値札見間違えてました。この細いやつは 0.55 ですね。ここについてる値札はこの下の商品のやつなんですよ。だからこの値札はこの商品のやつなんですよ。日本やったら普通ここに値札やりますよね。なんで気づいたかっていうと一番上の商品見ると値札があんなとこにあるんですよ。っていうことはこのパスタソース 0.99 やって。じゃあこれいきます。クロワッサンも安いですね。 0.69。 ドーナツもあったりとか。パスタソースだけでも作れるとは思うんですけど、エビかアボカド入れようかな。サラダ用にこのベーコン買うか。このヨーグルト 0.35。 かなり安いけどヨーグルトはやっぱこういうやつの方が好きですね。明日用にこのギリシャヨーグルトも買うか。水ありました。なんかこれ変形してるわ。2本買ったらエコバッグ入らんかもな。セルフレジですね。エコバッグ持ってくるの忘れてたんで買いました。袋
冷蔵庫に入れるもんに名前書きます。バルセロナの時は生ハム食われたんで、バルセロナではねこのペンがなかったんですよ。今食うやつは別に貼らんでいいから、ノーネームフリーゲームなんで名前書いとかないと食われます。ってことはここの調味料名前とか書いてないから使っていいってことやな。箱にフリーって書いてるわ。今自炊してご飯食べてる人たちがいるんですけど、このフライパンで作ったんでしょうね。この白米も炊いて食べてるわ。昨日買ったバルサミコ酢とアテネで買った調味料にも名前書いて置いておきます。オリーブオイル1本目なくなった。これもうちょい買っとけばよかったな。いやーカトラリーもあんの助かるな。てか皿あるから皿使うわ。あ、これちょっと待って、多すぎるか。皿もっとでかいやつにしてくればよかった。やばいやばいやばい。はい、昼ご飯です。山盛りのルッコラのサラダといちごのヨーグルトと 100% オレンジジュース。マルタのルッコラの方がアテネのやつよりうまい。イタリアで食べてたルッコラと一緒やな。アテネのやつね、なんか苦かったんですよ。なんかここやたらハエ多いな。100% オレンジジュースマジでうますぎる。今日はもう快晴じゃないんで作業日にします。言うて僕マルタ6泊するんで、アテネも6泊してそうだったんですけど、2日ぐらいは作業しようかなって思ってたんですよ。てかマルタほんまは僕8泊ぐらいしようと思ってたんで、作業日の時はもう動画も撮らんとこうかなって思ってたんですけど、アテネの時も。でも別に動画撮るの全然しんどくないんで撮ります。むしろ撮りたいんですよね。まだマルタ来て全然外出てないんですけど、もうすでに最高の予感がしてます。めっちゃ楽しみですね。はい、昼寝したり作業したりしてました。今から晩ご飯作りたいと思います。キッチン2つあるんですけど、こっちの IH の方を使って作ります。使い方全く分かんねえ。何これ、いけてんのかな。ちょっと熱くなってんのかな。いや熱くなってるわ。なんか分からんけど消えるな。ガスの方でいきます。つかんくない？なんか一瞬炎出たけどな。来た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 。あかんな、壊れとんなこれ。 IH 触ってもうて重くそやけどした。めっちゃ熱かったのに全くお湯が沸く気配がない。ここに置いてあるクロワッサン食べていいんかな。朝6個ぐらいあった気がするけど減ってる。IH あまりにもお湯沸くに時間かかりすぎてたんで、宿の人にコンロの使い方聞きました。お湯沸かしてる間にルッコラの準備したいと思います。一番でかい皿でもちょっと厳しいですね。これ量多すぎやばいなこれ。混ぜるのが無理やな。鍋使うか。でかい鍋使うしかないですね。はかりあったんですけどくっそ汚いわ。こう乗せて引いていけばいいから、これでいけるわ。150いこう。これで100ですね。もう塩は入れておいたんでパスタいきます。そういえばこの国には箸というものがないんやった。どうすんねん状態になってたわ。このソースかけるタイミングがわからんすぎる。もしかしたら茹で汁ちょっと残しといた方が良かったかもな。なんかちょっと麺固まってる。6分しか茹でんかったからミスったな。もうちょい茹でればよかった。結構ソース使いますねこれ。だいぶうまそうやで。できました。バジルの香りがめっちゃしますね。ジェノベーゼってこんな味なんや。別にうまくはない。まあまあですね。あんま味なかったな。コンソメ売ってたらペペロンチーノ作りたいな。おはようございます。コインランドリーに洗濯しに行きます。あったコインランドリー。チズミンと歩いてたら全然ちゃうとこ歩いてた。洗濯8ユーロもすんのか。今までのところで一番高いわ。この表示メリノウール洗濯して大丈夫なんかな。いけるよな。てか20ユーロ両替できひんし、5ユーロ紙幣があったんでちょうど8ユーロいけました。お金崩すためにスーパー来ました。マルタ坂多いからどっからでも景色いいな。こっからも海見えんもん。また違うヨーグルト買います。乾燥は1ユーロ6分ですね。
下の方にやっちゃった。ミス。移動や。綿素材以外は6分で乾くかもな。曇ってて太陽が出たり出んかったやから乾くのにちょっと時間かかるかもしれん。いい日差し来てるね。マルタ渋滞すごいかもな。昼ご飯です。今日もルッコラとヨーグルトとオレンジジュース。僕宿ここにした理由、キッチンがついてたからなんですよ。他にもう1個安いとこあったんですけど、そっちキッチンなさそうやったんで、やっぱキッチンと冷蔵庫があるといいですね。宿にマルタでやるべきことリストっていうのがありました。でここにサンセットポイントも書いてますね。サンセット見に行こう。はい、というわけでマルタの街を散策したいと思います。で僕が今滞在してるのはスリーマっていう街で、首都はバレッタっていうとこなんですよ。バレッタはもう街全体が世界遺産になってるんですけど、快晴の日に行きます。実は今快晴じゃないんですよ。雲あるっていう。ちなみにマルタ海かなり綺麗ですね。透明度めちゃくちゃ高い。どこ行こうかなと思ったんですけど、とりあえずセントジュリアンズっていうところ行ってみます。歩いて30分ぐらいかな。でマルタは英語の留学も有名で、アジアやったらフィリピンのセブ島なんですけど、ヨーロッパで安く留学するんやったらこのマルタなんですよね。やから日本人もいっぱいいると思うんですけど、今んとこ日本人一人も見てないですね。もうなんならアジア人すら見てないもん。語学学校多分土日が休みやと思うから、土日とかやったらめっちゃ見かけるんかもな。マルタはとりあえず街が綺麗ですね。落書きとかも全然見かけへんしな。治安もヨーロッパの中ではトップクラスにいいらしい。階段発見。登ってみるか。この猫行方不明なんや。さあどんなとこに出んのかな。特になんもないですね。やば、めっちゃいいとこ来たかもしれん。海が見える。なんやねんこのロケーション良すぎるやろ。うわーめっちゃ綺麗やな。ここビーチになってんねや。この黒いやつ何？いや海はかなり綺麗ですね。いや僕こっち歩いてきた理由、雲がないからだったんですけど、遠くの方の空まで青すぎて、もう海と空の境界線が分からへんぐらい青い。ビーチでもないのに焼いてる人がいますね。ここでもかなり海綺麗なんですけど、明日か明後日もっと海が綺麗な小湊島っていうところ行きます。海飛び込んで入っとるし、ここにプールみたいにはしごありますからね。マルタは島国なんですけど、かなり小さい国で、面積が淡路島の半分ぐらい、ていうか東京23区の半分ぐらいって言った方が分かりやすいか、そんぐらい小さい国なんですよ。いやーこの海沿いの道も最高ですね。気持ちよすぎ。またビーチというか焼いてる人たちがいるところに来ました。もう階段もあるんでここ入れますね。ちょっと足つけてみるか。結構冷たいかな。でも気持ちいいですね。ボートの数すごいけど、これ何するボートなんやろ。マリンスポーツとかかな。風が強いから雲が全部吹き飛んでいきましたね。もう完全に雲一つない快晴になったかもしれん。世界遺産のバレッタじゃないとこですらめちゃくちゃ美しい。かなり好きですね。マクドナルドがありました。マクドナルドがあるっていうことは、この辺がセントジュリアンズの中心部っていうことでしょう。喉乾いたんでスーパー行きます。ここ品揃えすごいけど、小さいオリーブオイルは売ってないな。冷えてるやつやっと見つけた。コークゼロはないんか。ペットボトルはな量多すぎんねんな。上に小さいやつあるか。いや一緒か。コークゼロ、これ小さいやつはぬるいねん。見たことないコーラあんねんけど、コカ・コーラゼロ、チェリー、バニラ。いやー天気良くて最高ですね。気候も言うまでもなく最高やし、今日サンセット見に行こうかな。宿にサンセットポイントが3カ所書かれてたんですよ。でマルタの栄えてる街って全部東側なんですよ。でサンセットは西側なんで結構遠いんですよね。バスで1時間ぐらいかな。一旦スリーマに戻りますかね。スニーカーに履き替えるわ。最高やな。1ヶ月ぐらい滞在したい。もう一回絶対行きます。マルタ移動手段がバスか車しかないから、ほんまに渋滞やばいですね。宿に戻ってきたんですけど、宿からの景色これです。素晴らしい。サンセット見に行く前にバレッタに寄り道するか。歩きでも行けるんですけど、こっから船でも行けるみたいです。船乗り場ここかな。チケット売り場もありましたね。
片道2ユーロ、往復 3.8 ユーロですね。いやー、太陽がどこに落ちるか分からんけど、太陽が落ちるところらへんにちょっと雲があんねんな。もう見に行くんやったら絶対雲一つない快晴で地中海に沈むサンセットが見たいんですよ。てかフェリー乗り場めっちゃ人待ってるんですけど、全くフェリー来る気配ないねんけど。船来ましたね。すごい人乗るな。とりあえずフェリー乗ってバレッタ行ってみます。上の外の席もあるみたいですね。チケット代は乗ってから払う感じですね。上の席はもう席なかったんで立ち席です。あっという間に到着しそうです。世界遺産の街バレッタ到着しました。とりあえず適当に坂登ってみてます。いやー美しいですね。駐車場とかないからか車の並びがすごい綺麗やわ。マルタってあんまり観光客おらんのかなと思ってたんですけど、バレッタにめっちゃいますね。ピカチュウのバケットハット 5.95 ユーロ。人の数がすごいわ。もう一気に観光地に来たなっていう感じある。坂ばっかりなんですけど、坂からの景色これですからね。最高やんけ。スリーマ方面とは逆側の坂降りてきました。何あのフェリー、あんなでかいフェリー初めて見てんけど。マルタほんまに景色いいところ多すぎんな。ほんでこんだけ素晴らしい景色を見れるところに椅子もあるわけですよ。今日ちょっとやっぱりサンセット見に行くのやめとくわ。バレッタがあまりにも良すぎる。もうサンセットは時間ある時行こう。昨日快晴じゃなかったのが痛いな。適当に歩いてたら写真撮ってる人がいっぱいおるとこにたどり着きました。こっからの眺めも最高です。てかあの船ほんまにバカでかすぎんねんけど、ここアッパーバラッカガーデンっていうところみたいで、目の前に大砲がいっぱいあるんですけど、これ本物らしいです。で毎日12時と16時に大砲撃つみたいなんですよね。これ見たかったな。ガーデンっていう名前なだけあって、こんな感じで庭みたいになってます。これなんやろ、エレベーターか。ちょっと行ってみよう。リフトって書いてますね。1ユーロ。クルーズ船の前来てみました。人乗ってますね。元気か。おーい、聞いてんのか。聞こえてるか。このマルタのビール飲みたいな。今日飲むか。このガーデンにトイレありました。トイレは無料だったんですけど、入り口にジジイが立ってて寄付しろみたいなことを言ってくるんですよ。みんな無視してました。広場に出てきました。今 Google マップ見たんですけど、バレッタの結構端っこの方で、この街でほんまに歩いて一周できんな。この建物もめっちゃ綺麗です。マルタほんま建物めっちゃ綺麗やな。もうあと20分ぐらいで日暮れます。マルタはちょっと日の入り早いですね。さっきこっち側歩かんかったから歩いてみるか。おい、こっからサンセット見れるやんけ。めっちゃ綺麗。ちなみにここがバレッタと隣の町の境界線ですね。売店があったんでビール行ってみます。マルタのチスクっていうビールとピザのペパロニ買いました。というわけでお疲れっす。うまい。ピザはこれですね。あったかいです。マルタはイタリア料理とかギリシャ料理が結構多いっぽいですね。ギリシャ料理のスブラキの店ちょいちょい見たし、あとイタリアのすぐ南なんで、マルタって物資はイタリアから輸入してるらしいし、っていうのもあってイタリアより物価高いと思います。マルタってググると留学の情報めっちゃ出てくるんですよ。でマルタは物価が安いって書かれてるんですけど、全く安くないと思う。今回行った中でほんまにサントリーニの次に高いんちゃう。でその留学サイトとか見ると食費月に2万から5万って書いてるんですけど、自炊したら確かにそれいけるけど、もう外食オンリーやったら絶対無理ですね。もう5万とか一瞬で超える。また船乗って戻るか。往復券買っとけばよかった。すげえ、あの建物めっちゃ綺麗です。ここ坂が急すぎてもう道が階段になってますね。フェリー乗り場戻ってきたんですけど、次の時間まさかの10時やねんけど、その前が8時半で、夜やとちょっと料金が高くなって 2.5 ユーロですね。全然動かんやん。なぜかもうフェリー来ましたね。やっと船に乗れるみたいです。結局出港するのは10時か。
スリーマ戻ってきました。初日に行かんかったケバブ屋行くか。メニュー見ても写真がないから何が何か全く分からへんねんな。ケバブ来ました。思ってたサイズの倍ぐらいでかいやつ来ました。味はうまいです。肉は鶏肉で、ソースと野菜は自分で選ぶ感じだったんですよ。でスパイシーソースにして、野菜が玉ねぎ、コーン、あとポテサラみたいなやつにしました。今めちゃくちゃラッキーなことが起こりました。僕今日金曜日やと思ってて、もうマルタあと2日しかないやんって思ってたんですけど、今日木曜日でしたね。だからあと3日あるわ。せやほんまは今日曇りの予定やったんや。やけどめちゃくちゃ快晴で最高でしたね。おはようございます。今日も雲一つない快晴です。最高。スーパーにオレンジジュースとか水買いに行きます。オレンジジュースは 2.49 で、アップルジュースが 1.79 でした。いやこんなんややこしいやん。こんなんどう見てもオレンジジュースが 1.79 やと思うやん。こんなに距離あんのに。てかオレンジジュース2種類あんの気づかんかった。こっちが粒感ある方で、こっちがないやつですね。こっちにしてみよう。マルタのチスクビール 500ml で 1.35 か。昨日店で飲んだのが350で2ユーロやったから、店で飲んだらそんなもんってことか。オートミール 500g でなんと 0.99。業務スーパーより安いぞ。僕が行ってるとこでも 500g で190円ぐらいやもんな。昼ご飯食べるのちょっと早すぎたな。というわけで今から小湊行きたいと思います。結構遅めの出発なんですけど、フェリー乗り場がこっからバスで1時間ぐらいのところにあって、西側にあるんですよ。でその辺にサンセットスポットもあるんで、今日サンセットも見たいと思います。バス停はここですね。行きにバス降りたとこと同じとこやわ。ただこれ人が多すぎて、もしかしたら乗れない可能性あります。バス来ましたね。これです。全然運行表通りじゃないけど、多分バス遅れてるんやと思います。だからこれ多分乗ろうとしてたバスの1個前のバスやと思います。フェリー乗り場到着しました。チケットを買いに行きます。ここですね。なんか30分に1本船出てるらしい。チケット買いました。次の船もう2時10分なんでもう乗ります。やば、ここですでに海めっちゃ綺麗。見てください、この透明度やばいなこれ。船はかなり小さくて、乗れんの30人ぐらいですかね。うおー、魚もめっちゃ泳いでる。これ小湊絶対めちゃくちゃ綺麗やん。出港です。多分こっから10分ぐらいですかね。めっちゃ近いです。風がめっちゃ気持ちいい。遠くの方に洞窟がいっぱい見えてきました。あそことかめっちゃ綺麗です。海が青すぎる。絵の具でも落としたんかっていうぐらい青い。到着しました。下は砂地になってますね。いや人多すぎやろ。海はめちゃくちゃ綺麗やけど、海の目の前に売店もいっぱいあります。腹減ったからとりあえず何か食べるか。小湊日陰が全くないんで、こんな感じでもう完全にパラソル頼りになってます。海の反対側もこれですよ。木がないから足場が結構悪いんで歩くのが大変です。食べ物ジャンクなものだけかなと思ってたんですけど、サラダとかもありました。いやでもここはね、ジャンクなもの食べながらビール飲むしかないでしょう。ちょっと向こうの方まで歩きます。 Google マップで調べたら向こうの方にトイレあるみたいなんで、ロッカーも結構あって、値段は小さいやつで5ユーロですね。トイレありました。結構近くにあるのありがたいですね。トイレは無料で、思ったよりは汚くなかったです。ただトイレットペーパーは1枚もなかったです。全部使われてて。てか食べ物屋は4つしかなくて、売ってるもん全部一緒かも。値段も一緒やし、他に酒だけ売ってる店とかもありますね。どれもめっちゃうまそうやねんな。バーガーにするか、このラップにするか。このサーモンのやつもめっちゃうまそう。注文したんで待ってます。ビールはもう来てるんですよね。チキンフィレバーガーとポテト頼みました。日陰がないから暑すぎる。マジで足の甲焦げるって。というわけでお疲れっす。Yes, I'm a YouTuber. Like and subscribe. Subscribe. Thank you. Where are you from? Israel. Israel? I'm from Japan. Have a nice day. ポテト味ね。
塩かけてないやろこれ。ちょっとバーガー行ってみます。でっけえ、もう何でもとりあえずでかいねん。これも味薄いな。塩コショウの味しかせえへんぞ。ソースとか塗ってないやんけ。これが 8.5 ユーロか。足の甲がこれ焼け死ぬからタオルかけとこ。最悪や、風に吹き飛ばされた。まあこれ全く味ないからいいけど、海がねもう太陽でキラキラ輝いてますよ。海辺まで来ました。ちょっと iPhone だけ持って海入ってクールダウンするか。砂地やし裸足でいけそうやな。いててて、あーいた。岩めっちゃ痛い。うわ冷った。うわ冷った。海めっちゃ綺麗やけどクソ冷たい。やばい、びっくりするぐらい冷たいです。これ肩まで浸かられへん。うわあー冷たい、マジで冷たすぎ。やばいやばい。いやでも砂地はねマジで歩くのめっちゃ気持ちいいわ。もう使ってるところはね冷たさ慣れてきました。この辺魚もめっちゃ泳いでるわ。もうとにかく海めっちゃ綺麗です。もう日光が暑すぎてほんまに海入ってるぐらいがちょうどいいです。ここに今クラゲがいるみたいです。見えるわ。ここ6時までなんでちょいちょいパラソル開いてきましたね。いやー海めっちゃ綺麗やな。まあ、世界中に海綺麗なところっていっぱいあると思うんですけど、やっぱ地中海の素晴らしいところって天気が安定してることですよね。夏はほぼ毎日快晴なおかげでいつでも綺麗な海が見えるっていう。やっぱどんだけ綺麗な海でも曇ってたらあんま綺麗に見えないんですよ。アイスと水買おうかな。バニラアイスクリーム買いました。水売り切れみたいです。2リットルのキンキンに冷えた水3ユーロでゲットしました。影も空いてたし影で休憩しとこう。着替えは持ってきたんですけど日光に当てて乾かしときます。もうこんなん一瞬で乾くやろ。乾いてんな。はい、そしたら6時の最終の船に乗ってマルタに戻ります。船に乗りました。さらば小湊島ブルーラグーン、めっちゃ綺麗。マルタに戻ってきました。とりあえず船乗り場の前にカフェあるしここで待機しようかなと思ったらどんどん席片付けられていってる。サンセットポイントがこの辺に2カ所あるみたいなんでどっちも行ってみるか。1カ所目はめっちゃ近かったです。 Google マップで見るとサンセットビューポイントっていう名前でそのまんまの名前ですね。断崖絶壁や崖めちゃくちゃ高いですね。落ちたら即死や。もしかしたらここ登っていったらもう1箇所のサンセットポイントにもたどり着くかも。そしたらショートカットできるんですよ。いやこれこっからのサンセット最高ですよ。見てくださいこれが地中海です。下にパラダイスベイっていうビーチがあってあそこがサンセットスポットらしいんですけどビーチからやと多分サンセット見えなそうですね。さらに奥の崖を目指します。そっちの方が多分綺麗。やっとまともな道や。パラダイスベイ到着。ここにトイレあるみたいなんで行っとくか。ここのビーチは足洗うとこあるみたいですね。うまいか。うわ子猫。あー逃げた。猫いっぱいいます。木の上にもおる。めっちゃ岩登らなあかん。着いた。今やったら絶対ここが一番綺麗や。いやーでもここ微妙に向こう側の島にかぶるな。もう一回こっち側の崖に戻ります。こっちの方が島にかぶるわ。太陽の動き全然分からへん。最高な場所に売店があったんでビール買いました。というわけでお疲れっす。最高っすね。日傾いてきたらめっちゃ涼しいし。パラダイスストリート太陽マークや。今サンセットスポットにいる人と喋ってたんですけどローマ出身らしくてまさかの一人日本語喋れるっていうすげえ。Okay, like and subscribe to Atsushi channel. Yeah. Okay. すげえ。太陽落ちた方と真反対の方向まで色変わってる。ここ足元悪いから暗くなると危なすぎるんでバス停行きます。素晴らしい帰り道ですね。ほんまに地中海のサンセットは圧倒的やわ。
バス乗り場ここなんですけど、最初のバス停じゃないと座れへん可能性あるんで、フェリー乗り場まで戻ります。バス停到着しました。でもバスが時間通りに来るとは思えないんですよね。スリーマに戻ってきました。バスめちゃくちゃ寄った。カップ麺でも買って帰るか。韓国のやつがうまそう。キムチか、これもうまそうやな。エビもうまそうや。あとはこのマルタのサラダ食べてみようかな。いやー、シャワー気持ちよすぎた。てかこの宿の良くないところ、バスルームにコンセントがないことです。ドミトリールームの中で髪乾かすしかないんで、寝てる人がいたら使うの気まずいじゃないですか。この宿の人はね、なんかみんな寝んのめっちゃ遅くて起きんのが遅いんですよ。だから夜は問題ないんですけど、朝がちょっと気になりますね。こんなもんね、うまいに決まってるやん。うわ、お湯足りるか。ギリギリ足りた。晩ご飯です。マルタサラダとカップ麺。このサラダ何入ってんのやろ。ルッコラやろ、あと肉、レタスもあるな。めっちゃツナの味です。マルタはね、マグロめっちゃ有名なんですよね。マルタのマグロって輸出先一番多いのが日本らしいです。スーパーのライフにマルタ産のマグロ売ってて食べたことあるんですけど、めちゃくちゃうまいんですよ。値段はちょっと高いですけどね。で、なんかマルタではトロより赤身の方が高いらしいです。てかトロ食わんのかな、もしかしたら。だから安く買えるらしいんですよね。オープン。めっちゃいい匂い。うまっ。スープ神。夜中のカップ麺最強ですね。この最初肉かと思ってたやつ、肉じゃなかったです。多分チーズ。今日はもうずっと動画編集してました。これから晩ご飯食べに行きます。今日はこちらのレストラン行ってみます。今人いっぱいっていうことなんで待ってます。ここはマルタ料理が食べれるレストランですね。で、マルタで有名なんがタコとウサギの肉らしいんですけど、ウサギって正直あんまそそられないですよね。メニュー見た感じ料金2つ書いてるんで、これ多分サイズ選べる感じですかね。ラビットソースで、これがタコやな。このタコは行きたいな。ウサギがねこっちにもあるんですよね。はい、タコの料理とラビットソースっていうやつを頼みました。で、最初に来たやつがこれですね。このソースにパンをつけて食べるみたいです。ニンニクが効いててうまいですね。これ食べ過ぎると頼んだやつあんまり食べれないんで、ちょっと控えめにしとかないとね。いや、このソースかなりうまいわ。パンもカリッカリでめっちゃうまいですね。このクラッカーもめっちゃうまいです。タコ料理来ました。オクトパスインガーリックっていう名前でした。これもパンつけて食べるのかな。レモンがあるんですけど、とりあえずそのままいってみます。めっちゃなんか海鮮だしの味する。いや、タコかなりうまいですね。シーフードパスタの具材をそのまま食ってるみたいな感じです。これね、もうほぼ全部タコやんっていうぐらいタコいっぱい入ってます。あとはトマトが入ってんのかな。で、これレモンどうすんのやろ。これ直接かけんのかな。行ってみるか。やっぱニンニクってうまいですね。うわ、これさらにうまいわ。うまっ。ラビットソース僕よく見てなかったんですけど、パスタのラビットソースっていう意味でしたね。一応この中にもウサギの肉は入ってるみたいです。ちっさすぎて全然わからへん。ミートスパゲティですね。これは写真ではラビットソースこれってなってたから名前間違えてんな。いやー、タコめちゃくちゃうまかったです。腹いっぱいや。やっぱり一人やとね、一品で十分ですね。花火っていうかただの爆発やねんけど、土曜日やからかなんかイベントやってんのか、道路にめっちゃ人がいます。車通られへん感じかな。今日も完全に晴れマークではあるんですけど、空が白っぽいんですよね。全然青くない。昨日は空めっちゃ青かったから昨日出とくべきやったな。でも昨日は動画編集しなあかんかったからしょうがないか。とりあえずマルサシュロックっていう漁村に行こうと思うんで、まずバスでバレッタまで行きます。バレッタ到着しました。で、ここからまたバス乗り継いでマルサシュロックまで行きます。ここのバス停か。これ最初に来たバス停やん。バレッタめっちゃ近くやったんですね。マルサシュロックのある程度近くまで来たんでバスを降りました。
ここでも海入ってますね。ここの海はこんな感じです。まあまあ綺麗ぐらいかな。さあマルサシュロックまで歩いていくか。全く人歩いてないですね。マルサシュロック見えてきましたね。ここは漁業の町っていうことでこんな感じで船がいっぱいあります。あとシーフードもうまいらしい。ほんまかわかんないんですけど、ここマルタで一番のレストランって書かれてたんで来てみたんですけど、いや閉まっとるやんけ。今見たら日曜のオープン時間が昼の12時から15時までになってました。日曜は夜空いてないんか。毎週日曜日の朝にこの辺で市場が開かれてるみたいです。まあ住んでない限り多分買うことないと思うんですけどね、魚とか。ほんまにこの辺シーフードの店いっぱいあります。ギリシャを彷彿とさせるこの青と白い建物のレストラン行ってみるか。今日もチスクビールです。1品目とりあえずエビ頼んだらすごいやつ来ました。めっちゃうまそう。エビかなりでかいわ。どうやって食べんのこのエビ。そのままやったら味ないよな。どうなんやろ。すげえ新鮮なエビって感じですね。これ絶対なんか調味料つけた方がうまい。ここが日本やったら間違いなくわさび醤油で食ってるけど、塩いってみるか。やっぱりあれやな、塩とかをつけた方がいいわ。オリーブオイルかけてみます。これが正解やな多分。シーフードパスタ頼みました。これまたすごいボリューム。エビの身がでかくてめっちゃうまい。具材もたっぷり、そしてでかい。やっぱり地中海のシーフードパスタは最高ですね。アテネで食べた時も思ったんですけど、イカもタコも日本のやつとは全く食感が違うくて、全然コリコリしてなくて柔らかいんですよね。特にイカがねマジでうまい。昨日のタコもめっちゃうまかったけどな。僕パスタ以外は値段見ずに注文したんですけど、何これ58ユーロ。パスタ 22.5、ビールとエビで36、フード6ってなってるけど、どういうこと？こんな高いわけないよな。今これ店員に確認したんですけど合ってましたね。フード ×6 って書いてるんですけど、これエビ6匹おるからこう表記されてるらしい。絶対6匹もいらんかったやん。でこれ多分ビール代入ってないんじゃん。まあそれはいいとして、あれエビ1匹で6ユーロ？嘘やん。ね、ぶっちゃけた感想を言うと、パスタに関しては、うまいんですけど、貝の砂がねちょっと鬱陶しかったですね。ちょいちょい噛んでたらガリっていうね食感があって、でエビはねもう素材に関しては最高。ただ味付けがね、もう日本人はもう絶対に醤油で食った方が好きです。僕スーパーのライフの刺身の方がうまいなって思っちゃいました。でこれはね間違いなく店が悪いんじゃなくて、もう日本人の僕が悪いですね。もう日本人向けの味ではないです。昼頃よりは空青くなってるけど、言うてもまだ白いですね。マルタ、かなり気に入ったんでご当地 T シャツ買いたいんですけど、この辺ね全く店なさそうです。で僕実は土産屋とか15店舗ぐらい見て回ってたんですけど、一番いいなって思ったデザインがチスクビールの T シャツですね。ただこれ売ってんの見たのがセントジュリアンズの店1店舗だけだったんですよ。だからもう一回ちょっとセントジュリアンズ行こうかな。ここはほんまに海沿いにレストランがあるぐらいで他は何もないですね。バスの乗り換えで下向いてたらバス通り過ぎちゃってて、次のバス待ってるんですけど全然来おへん。セントジュリアンズ到着。この辺の土産屋やったはず。これや。あれここじゃなかったかな。違うわ、もうちょい先や。ここや、ここあった。これや。タコのやつもいいなと思ったんですけど、やっぱりチスクビールの T シャツにしました。セントジュリアンズから歩いてスリーマに戻ります。なんかわかんないんですけど聖者の行進が行われてますね。もう僕はパスタ使わないんで誰かに譲ります。ジェノベーゼ完成しました。作ってる間にルッコラを食べました。
茹で汁入れたけどそこまで変わらんな。おはようございます。宿をチェックアウトしたんでこれから空港に向かいます。空港着きました。でここにねワンピース売ってます。でこの単行本の質感がね日本のやつと全然違う。あれやコンビニに売ってるドラえもんの漫画とかの質感もう分かるかな。なんか角張ってるやつ。ポケモンもあるしドラゴンボールでスパイファミリーとかもありますね。はい、というわけで僕はこれからバルセロナに向かうんでそろそろ終わりたいと思います。いや1ヶ月あっという間でしたね。残りバルセロナ4日間いるんでもう地中海性気候をねもう存分に楽しみたいと思います。でマルタはもうめちゃくちゃ良かったですね。地中海はほんまに気候だけじゃなくて海も食事も素晴らしい。マルタはねかなり良かったんで次長期で滞在したいですね。外食とかほぼせずにヨーロッパに滞在すると他のヨーロッパの国に安く移動できるんでたまにどっか行ったりとかねそんなんも全然できるから。僕今回行ってるの全部宣言協定の国なんですけどもうこれって国内線と同じ扱いなんですよ。だから移動がほんまに楽なんですよね。もう空港に2時間前に着かないといけないとか全然ないし飛行機の搭乗45分後なんですけど僕まだ荷物検査も行ってないんで正直機内持ち込みだけやったら出発40分前とかに着いても全然行けると思うんでそんなとこですかね。はい、そういう感じでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。